こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は1週間スマホ禁止生活をやってみたということで、その様子の Vlog とチャレンジを経験して得た学びをお伝えしたいと思います。このところ何もしないままあっという間に時間が過ぎて、やりたいことが全然できていない、そんな暮らしをしていました。振り返ってみれば、私は毎日朝起きた瞬間から、そして寝る直前までもう24時間片時もスマホを手放せませんでした。そんな私がスマホを手放してみたら人生何か変わるかもと思い、今回思い切って挑戦してみました。そして挑戦を終えた今、スマホとの付き合い方がガラッと変わりました。この動画がスマホのちょうどいい距離感って何だろうと考えるきっかけになってくれたら嬉しいです。それではスタートです。突然ですが、今日からスマホ禁止生活を始めていきたいと思います。きっかけっていうのは、動画の通り私会社を辞めたんですけれども、かなり時間がある中、動画投稿がなかなかできなかったんですよね。振り返ってみたらスマホのせいで気がそれてるタイミングが多かった気がするんですよね。もしかしたらスマホ依存なのかもって思うようになりました。もうスマホに人生奪われてる暮らしから抜け出したいので、もう今日から早速脱スマホ生活を始めようと思ってますっていうチャレンジなんですけど、もう今朝の時点でスマホ結構触っちゃったんですよね。脱スマホを始めようってメンタルだけではどうしようもないなって思っちゃいました。なのでやり方を決めていかないと。でちょっと手探りなんですが、まずやろうと思っていることが、一つはスクリーンタイムをホーム画面に設定する。であとはスクリーンタイムを使って私が何にスマホを使ってるか書き出していきたいと思います。で最終的に脱スマホ暮らしのルール決めをしていきたいと思います。この脱スマホ生活も1週間とかで終わりではなくて、できればずっと続けられるものにしたいと思うんですよね。だから全面的にスマホ禁止というよりかは、 OK なことダメなことのルールを決めて持続可能な脱スマホ生活の土台を作りたいと思ってます。ただ一方で、どこまで禁止してどこまで OK とすればいいか全くわからないですし、そもそもなんでスマホが良くないかも感覚的にしか分かっていないんですよね。なのでいろいろ勉強していこうと思っていまして、良さそうな本が2つ調べたらあったので図書館で借りてきました。1個がスマホ脳で、もう1つがデジタルミニマリストという本です。チャレンジをやりながら本で学んでいきたいと思ってます。いや、自分がどんな風に変わるかめっちゃ楽しみです。じゃあ早速やっていきましょう。最初に一目でスマホの利用時間が確認できるようスクリーンタイムをホーム画面に表示させます。 iPhone の方はぜひ一緒にやってみてください。まずホーム画面を長押しして右上の編集ボタンをタッチ、ウィジェットを追加を押し、検索画面からスクリーンタイムを探します。最後にウィジェットを追加ボタンを押して表示完了です。ホーム画面にその日のスマホ利用時間が表示されるようになりました。今11時半なんですけども、すでに私6時間もスマホを使ってます。やばい。続いてスクリーンタイムを見ながら、私がどんなことにスマホを使っているか確認をします。こちらはとある週のスマートフォンのスクリーンタイム。1日あたりなんと11時間もスクリーンが点灯状態であることが分かりました。内訳を見るとダントツトップは YouTube。平均で1日あたり7時間も視聴していることになります。 LINE や Instagram も結構使ってます。ちなみに私、実は Instagram は5分利用したら見れないようロックを設定しているんですが、それを解除してしまって使っていることがこの数字で明らかです。ちなみに iPad のスクリーンタイムは計測できていなかったのですが、こちらもものすごい時間であることはもう確実です。そんな私の深刻なスマホ依存状態が明らかになってしまったところで、1週間のデジタルデトックス生活のルールを決めていきます。今回依存度の高いデジタルデバイスすべて対象にしたかったので、スマホだけでなくタブレットも対象にしました。私が決めたこれから1週間のデジタルデトックスのルールは次の通りです。ルール1、スマホもタブレットも生活に支障が出る必須のものを除いて使用禁止。なのでもちろん SNS は禁止、 YouTube も禁止、ネットサーフィンも禁止です。音楽も私は依存度が高い自覚があったので禁止にしました。
一方 LINE は連絡手段として必須ではありますが、使う時間を制限し、食事の支度前だけ LINE を確認することにしました。ルール2、仕事に関わることにはデジタルデバイスは使用 OK です。私の場合スマホとタブレットで動画を制作しているので、その用途ではデバイスを使用して OK です。ということで、まずはこんなルールで1週間頑張っていきたいと思います。とりあえずスマホをいじることができず手持ち無沙汰なので、手をつけられていなかった昨晩の洗い物からまずは取り掛かります。すでに朝から6時間もスマホをいじっているのに、洗い物はまだ片付けられていないこの状況。私の暮らしは完全にスマホによって崩れてしまっているようです。お昼を作っていきます。いつも何かしら動画や音楽を流しながら料理をするのですが、今日は無音。待ち時間、早速スマホを触りたくなりましたが、ただただぼーっとフラフラするしかありません。でも気づけば今度こんな動画を投稿したいとか、動画のことをいろいろ考えていました。そういえばこんな風に一人で考え事する時間自体最近なかったなということに気づきました。お昼は簡単レンチン豚しゃぶと冷麦です。いつもであれば YouTube を見ながら食べるのですが、今日は静か。この慣れない音のない時間にちょっと寂しさを感じてしまいました。で、実は食事中うっかりスマホを無意識のうちにいじろうとしてたんですよね。途中でハッと気づいたのですが、スマホを触ることが癖になっていることを本当に実感しました。ということで、触ることを防ぐためにこれからはスマホとタブレットはカバンの中にしまい込むことにしました。バイブ音だけでも気になってしまっていたので LINE 以外の通知も切りました。食後は洗い物にすぐ取り掛かります。洗い物っていつもやり始めるのに気合と時間がいるんですが、スマホがないだけで自然と取り掛かれちゃいました。歯磨きタイムです。いつもなら片手に歯ブラシ、もう片手にはスマホの二刀流体制なのですが、今日は何もすることがなくフラフラすることしかできません。もうすでに歯磨きというやることがあるのに暇と感じてしまう状況。これがスマホ依存だったんだと実感しました。今から習い事のために街へ繰り出します。では行ってきます。ということで、勉強して運動して帰ってきました。いつもなら帰宅後ダラダラとスマホタイムが始まってしまいますが、今日はちゃっちゃか荷ほどきに取り掛かることができました。ちなみに今日電車の時間つぶしに本を持っていたものの、いまいち集中できず、結局ただただぼーっとしていました。お気に入りの音楽も聴けず、正直なところ無駄な時間を過ごしてしまっているように感じられてしまいました。スマホ依存な私はもう何もしないということができなくなってしまったようです。出先ではスマホを何回か必須と思った状況で使いました。やっぱり今や完全にスマホなしの生活って無理だなと実感させられました。でも使うたびにスマホをカバンの中にしまうことは徹底しました。普段出歩くときはスマホは手に持ったままだったり、服のポケットに入れることが多かったのですが、カバンの中にちゃんとしまうだけでスマホの存在がかなり気にならなくなり、これは効果抜群でした。スマホとタブレットはまた手の届きにくいところにかけておきます。疲れている日はプロキャン寝持ち常習犯の私ですが、今日は休む間なくシャワーを浴びに行ってきます。いつもならスマホを防水ケースに入れ、お風呂までも持ち込んで YouTube を見ていましたが、このチャレンジ期間はもうこのケースは使いません。そのおかげでつい長くなりがちなお風呂も今日はちゃちゃっと上がってこれました。そしてこれが本邦初公開、私のリアルな夏の寝巻きです。だいぶ賑やかですね。この動画では正直にダサい暮らしを映していきます。このまま髪を乾かして化粧水も塗っていきます。普段ならこの時間も YouTube タイム。でも今日はぼーっとしながら髪を乾かすしかなく、正直つまらないなと感じてしまいました。今日は誰がどんな動画上げているかなと気になって YouTube アプリを開きたくてたまらなかったです。夕食の支度に取り掛かる前に、ここで待望のスマホで連絡タイムです。来ていた LINE へ返信していきます。チャレンジを始めてから何時間も LINE を見ていませんでしたが、特に誰にも迷惑はかかっていませんでした。四六時中 LINE を確認する必要って今の私にはなかったのかもしれません。
もう時間も遅いので夕食は余った食材で適当に済ませます。レンチンして待っている間 YouTube を見れず、暇すぎて眠すぎて途中で寝てしまいました。ということで本日の夕ご飯、疲れている日は手抜きメニューに限りますね。夜ご飯も音のない食事です。ご飯を食べている間、耳も目も暇すぎるし、日中の疲れも相まってどんどん眠くなり、だらだらと食べてしまいました。ご飯を食べ終えたら早速洗い物をします。すぐ洗い物に取り掛かれるのは脱スマホ生活の本当にいいところです。そして歯磨きタイムはやっぱり手持ち無沙汰でフラフラしてしまいました。夜寝るまでの時間はいつもなら YouTube を見たりインスタを見たりダラダラと過ごす時間なのですが、制限されている今日は前日に投稿した動画へのコメント返信をしていきました。帰宅が遅くなった日でも自炊もして YouTube にも取り組む時間が取れたのはもう自分でもびっくりです。ただ疲れていた状況で音楽もなしに作業していてかなり眠たくなってしまい、この日はいつもよりちょっと早めに就寝することにしました。いつもならついスマホを見て夜更かしをしてしまうのに、こんなに眠くなるのはスマホを見ない効果なのでしょうか。今日一日を振り返ると自分がどれだけスマホに依存していってしまっていたかを思い知りました。でもスマホがないだけでまるで一日の時間が増えたかのように中身の詰まった一日を過ごせた気もします。ただ一方でいつもなら動画を見ながら音楽を聴きながら楽しく過ごしていた時間が今日はただぼーっとするしかなく、自分の時間がすごくもったいなくも感じました。果たしてスマホは邪魔者なのか、反対に暮らしを豊かにする良いものなのか、まだ正直わかりません。ということで本日はこの辺でおやすみなさい。チャレンジ2日目の朝です。昨晩スマホを触らなかった効果か、今朝は自然に目が覚めてとても気持ちがいいです。と言っても目はなかなか開きません。いつもなら起きた瞬間からもうスマホを見ることで目をこじ開けられるのですが、スマホがない今朝は動けず布団の上でぼーっとしていました。スマホなしにどう目を覚ませばいいかわからず、とりあえず毎朝やっている肩甲骨のストレッチをスタートしました。普段なら1時間ぐらいスマホを見てからようやく布団から出ていたのですが、スマホがないおかげで早速ルーチンを始めることができました。で、実はこの時ストレッチの YouTube 動画を流しながらやっているんですが、これは私には欠かせないルーチンなので、どうかこの動画再生は目をつむってください。いつもの腹筋トレーニングを始めます。2年ほど続けている日課でポコッとお腹が引っ込んだり姿勢が良くなったり良い効果を感じています。ただいつもはもっと目が覚めた状態になってから始めるので、今日はなかなかきつかったですが、こんだけ運動したら嫌でも目が覚めました。普段ならさらに別のデバイスを使って YouTube も見ながらトレーニングするのですが、今日は筋トレだけに集中です。ここで朝のスマホで連絡タイムです。昨日の夜来ていた LINE を返していきます。実は私かなりの連絡不詳でして、スマホを常に確認していた頃はいつでも返信できるからと後回しにして、結局返事が遅くなったり忘れることが多かったんです。でも1日に3回しかない連絡時間が決められた今は後回しにせず返すことができました。一方で企業の公式アカウントへの未読がかなり溜まってしまっていました。本当に返事をしたい友人のトークが埋もれてしまうので、公式アカウントはほぼ全部ブロックすることにしました。続いてプロテインと牛乳をお供に朝活タイムです。日課だった朝活もここ数ヶ月は毎朝のスマホダラダラタイムのせいで時間が取れていなかったので、本当に久しぶりの朝活になりました。やっぱり朝活って気持ちがいいですね。布団を畳んで身支度をします。服は端から順に着ていくので、服を選ぶ時間はもうほんの一瞬です。スマホもなくなかなか手持ち無沙汰なので、せっかくの機会お散歩をすることにしました。持ち物は帽子と水、そしてカメラだけです。スマホは家に置いていきます。にしてもとにかく外は暑いです。間違いなくもっと朝早い時間に出るべきだったと反省です。一方で最高に気持ちよくもありました。音楽もなくスマホもなく、ただ歩くなんてつまらないかなと思ったのですが、純粋に景色を楽しんだり、いろんな自然の音を聞いたり、学校近くでは野球部のトレーニングの声も聞けたり、
歩き慣れた道でもたくさんの発見がありました。スマホにとらわれていた時は誰かから連絡が来ているか、今誰が何をしているか、何かためになる情報はないか、そうやって常に外からの情報ばかりを気にしていました。でもスマホを持たず歩いている今は自分の目の前のことだけに集中して生きれている感覚がします。30分ぐらい歩いて帰宅しました。今まで脱スマホ生活をしていて、これって本当に自分のためになってるのかなと少し疑問だったのですが、この散歩時間はもう頭が空っぽになって心がすっきりして前向きになれる最高の休息でした。ただ次からはもっと涼しい時間帯に行こうと思います。しっかり汗を拭き、残るメイクをやっていきます。無音なのはやはりまだ慣れないですが、昨日よりは寂しさが薄れた気がします。あれだけ暇すぎてそわそわしていた歯磨きもなぜか体を軽く動かす運動時間にもなりました。今日は昼から友人と出かける約束をしているので、それまで借りた本を読みます。読んでいる最中、ロボット掃除機の自動清掃タイムになったので一時避難です。今このデジタルミニマリストっていう本の3章のデジタル片付けっていう章を読んだんですけど、めちゃくちゃ面白いですね。スマホにこれからずっと依存しない生き方にするための具体的なステップが書いてあるので、もうまさに今の私にすごく使えるようなものばかりでした。で、プロセスが具体的に3つあって、まずは30日間のリセット期間を定めて、必須ではないテクノロジーの利用を休止する。で、ここで面白いのが全面的に禁止でもいいですし、でもルールを設けて一部禁止にするのもありだよっていうのが書かれてましたね。例えばネットフリックスはやっぱり見たいけど時間が割かれすぎてるっていう人は、このリセット期間中は週に2エピソードまでとか、そういうちょこっとした制限を設けるのもありっていうのが面白かったです。で、この30日間のリセット期間に楽しくてやりがいのある活動や行動を見つけます。確かにスマホの時間がなくなると逆に何をしていいかわからないと思うんですよね。でもそういう機会に自分のやりたいこと探しをやってみるっていうのはめっちゃいいと思いました。で、3つ目が30日間の休止期間が終わったら見つけたやりたいことに生けるようなテクノロジーをもう一度導入してみる。で、この導入するときにやりすぎにならないようルールとか制限を設けておくのがいいって書かれてます。すごく実践しやすそうです。本に面白いこと書いてありましたね。スマートフォンの出現によって不安障害の10代の若者の患者数がすごく増えたらしいんですね。で、その原因がこの本では孤独の欠乏が原因じゃないかって書かれてました。昔は自分に孤独な時間があったから自分の内面と向き合う時間もたっぷりあったけれど、今はそのエネルギーをスマホとか他の情報処理に使っているから、心をコントロールする力とか自分に向き合うことができないからこそ、ちょっとしたことがきっかけですごい不安を感じたり、不安障害を抱えられる方が増えちゃってるんじゃないかと書かれてました。面白いですね。午前中の活動はここで終了です。ここからスマホで連絡タイムです。他の活動に専念できるので連絡タイムを設けたのは我ながらナイスアイデアでした。これから友人とランチしてカフェで作業する約束をしているので、タブレットと本、そしてスマホを持って出発です。お昼を食べ終えてカフェに到着しました。カフェで本の続きを読んでいきます。本にはまたまた面白いことが書かれていました。午前中にできた余暇時間をやりたいこと探しに当てるというのを紹介しましたが、より良い人生にするためには質の高い余暇活動をせよとも書かれていました。質の高い余暇活動の種類として3つ挙げられていて、まず1つは体のどこかを動かす活動です。例えば私の場合、ストレッチや散歩、勉強も当てはまるんじゃないかとも思います。続いてが作り出す活動です。例えば私の場合であれば料理や動画作成だったり、快適な空間を作るという意味では捨て活も当てはまりそうです。そして3つ目がリアルな人との交流です。まさに今友人とランチを食べてカフェで過ごしているこの時間のことですよね。確かにたくさんの時間を費やしてしまっていたスマホ時間をこの3つの活動のどれかに当てられたら、スマホに依存するよりもずっと楽しく活動できそうと思いました。
でさらに面白いことに、本には質の高い活動をするためにはデジタルツールを利用していこうとも書いてありました。つまりまさに私が今朝ルールを破ってしまったように、筋トレをするために筋トレ動画を見たりすることが実はこの本的には OK だったんですよね。今までスマホを利用しないようにって考えてすごくストレスも感じていたのですが、やりたいことをするためにむしろ利用していこうというアイディアが面白かったです。スマホとどう付き合うべきか見えてきた気がします。カフェでは集中して本を読んで、途中少し飽きたらおしゃべりをしてと、スマホのことも完全に忘れるぐらいとっても充実して楽しい時間を過ごせました。というわけで買い物をして帰宅しました。今日もスマホをいじる暇なくお風呂に入ります。そして今日も寝巻きは奇抜な組み合わせです。髪を乾かし、ようやくスマホで連絡タイム。終わったらスマホはすぐにカバンにしまいます。そして今日はリュウジさんの動画を見ながら親子丼を作っていきます。 YouTube 見てるじゃんという感じですが、今日の本での学びを踏まえて追加でルールを作りました。ルール3つ目は、質の高い余暇活動のためならデジタルツールを利用して OK なので、料理や筋トレ、言語学習などなど自分がやりたい活動のためには YouTube なども利用していこうと思います。昨日の適当料理とは違い、レシピを見ながらの料理がとっても楽しかったです。そしてあっという間に夕食の完成です。リュウジさんの料理って簡単に美味しく作れるので、自炊生活の超心強い味方ですよね。今日の夕食も無音ですが、友人と話して気分がいいからでしょうか、昨日と違って無音も楽しく感じられます。食後はすぐに洗い物です。いろんな家事を終え、まだ寝るまで時間はありますが、 YouTube も見れないし、頭が疲れたから勉強はしたくないしということで、随分掃除を放置していた階段掃除、そしてエアコンのフィルター掃除もしました。スマホ依存から抜け出すだけでこんなにも活動的になれるのが自分でも驚きです。これだけ活動しても寝る時間までまだ1時間もありました。せっかく追加ルールも作ったので、外国語の勉強をすることにしました。本当に久しぶりに取り組みました。やっぱり好きなことに取り組んでいる時間は夢中になれて、スマホの存在もすっかり忘れられますね。寝る時間まであと少しだけ動画へのコメント返信をしました。ということで2日目のチャレンジも終わりです。今日のスマホのスクリーンタイムを見てみると、なんと47分。これまでと比べてとんでもないぐらい時間が減っています。2日目の今日を振り返ると、昨日とは打って変わってスマホのない生活が心地よく感じられました。やっぱり読んだ本の効果が大きくて、本のおかげでスマホを禁止することに縛られすぎず、自分にプラスに働かせるデジタルデトックス方法を知ることができました。いい一日を過ごせたなと感じます。それではおやすみなさい。おはようございます。今日もアラームなしでスンと起きれました。気持ちのいい平日の始まりです。ただ実は昨晩夜寝つきが少し悪かったんですよね。寝る前に言語学習のために動画を見てしまったからかもしれません。しばらくぼーっとしたらいつもの通りストレッチをします。そしていつもならこのタイミングで筋トレなんですが、まだまだ眠い中での筋トレはなかなかきつかったということで、今日は早速ここで散歩に出かけようと思います。まだ外も暑くないうちにゆったり歩きながら徐々に目を覚ましていく作戦です。変な格好なので上着で若干カモフラージュしました。で、一言で言うと、朝起きてすぐの散歩、もう本当に最高でした。優しい日の光を浴びながら歩いているうちに無理なく自然と目が覚めていって、すごく気持ちがいいです。ちょうどいい運動にもなりました。今までスマホをいじることでダラダラと目を覚ましていましたが、ウォーキングをすればこんなに難なく起きれるんですね。体も頭も心も良いリフレッシュの時間になりました。そして同じように走っている方、ウォーキングされている方とたくさんすれ違って、私自身ももっと頑張ろうと思いました。帰ったら早速いつもの筋トレです。昨日は眠すぎてやり始めるのも大変でしたが、ウォーキングのおかげで今日は目も体もすっきり目覚め、やる気に満ち溢れているので無理せずにできました。ここでようやく朝のスマホタイム。
やることやり終えたら早速朝活スタートです。もうこれだけ充実感でいっぱいなのにまだこの時間なのはとにかくびっくり。スマホに触れないようにするだけでこんなに暮らしが変わるんですね。朝活を終え、これからシェアオフィスに行くために身支度をします。私は家にいるとついダラダラしちゃうので、退職後も平日はシェアオフィスに通い、会社員の頃と変わらぬ生活リズムで過ごすようにしています。無音の準備時間にももう慣れてきましたね。ということでオフィスへ出発。いつもなら通勤中は音楽を聴きますが、今日はノー BGM です。この静かな時間に YouTube でこんなことしたいとかアイデアがたくさん浮かびました。そんなこんなでいい気分でオフィスに到着と、ここでハプニング。オフィスの入室にはスマートフォンが必要だったのですが、うっかり家にスマホを忘れてきてしまいました。ということでまた家へとんぼ返りです。家に帰って見てみたら、今日持ってきたものとは違うサブバッグにスマホを入れっぱなしでした。普段なら四六時中触っているスマホを家に忘れるなんてもう本当にありえなかったので、自分でもびっくりです。またオフィスに戻りますが、さすがにこの時ばかりは疲れをぶっ飛ばすために音楽が聴きたくなりました。今日はぐっと我慢しますが、疲れた時、心が弱っている時、やっぱり音楽は必要だなと感じました。さて、再度オフィスに到着です。オフィスに着いたらまずはスマホをお休みモードに設定しました。このモードに設定すると完全にスマホに通知が来なくなります。デフォルトでは電話も通知されず不在扱いになってしまうのですが、私は電話だけは通知を許可する設定にしました。使わない間はスマホをカバンの中にしまっておきます。午前中は退職報告動画へいただいたコメントへ返信します。今までにないぐらいたくさんの応援コメントをいただけて本当に嬉しいです。たくさんの勇気をいただけました。そしてまさに私と同じような仕事の悩みを抱えられている方もたくさんいらっしゃって、もう心の底から応援したいと思いました。少しずつお返ししていきたいと思います。いつもなら集中するためにと音楽を聴きながらデスクワークをしていたのですが、音楽なしの今日はスマホが手元にないので途中中断がすることも減り、むしろすごく生産的な時間を過ごせました。お昼になったので一時帰宅。帰ったらまずはスマホタイムです。その後昨晩作った親子丼と帰ってからちゃちゃっと作ったナスのお味噌汁をお昼ご飯としていただきます。無音な食事も頭が休まるいい時間だなと思えるようにだんだんなってきました。オフィスに戻ります。午後もお休みモードに設定し作業開始です。途中目をつむったり休憩もしながらのんびり読書をしました。で、本で特に印象に残った言葉は、スマホは私たちの最新のドラッグであるです。実はスマホ依存のメカニズムってドーパミンという人間に備わっている快楽ホルモンが原因なんですよね。例えば食べ物を目にすると脳からドーパミンが出て食べたくってたまらなくなります。そんな快楽のシステムが備わってたからこそ、太古の人間は命がけで食べ物を探し求め生き延びていくことができました。でもお金さえあれば何でも簡単に物が手に入れられる時代では、そのもっと欲しいというドーパミンの役割が悪い方へと作用してしまい、お菓子やお酒など様々な依存症へつながってしまいました。スマホ、特に SNS においてもクリックをするたびに次は何が起こるのか、誰がどんなリアクションをくれるのか、そんな期待感でドーパミン物質が大量に出てくる。だからもっと見たいとスマホに依存してしまうんですよね。本にはさらに面白いことが書いてあって、iPhone を作ったスティーブ・ジョブズもマイクロソフトの創業者のビル・ゲイツも子供のスクリーンタイムは厳しく制限していたそうで、自分の子供が14歳になるまでスマホやタブレットを持たせなかったという逸話があります。スマートフォンや SNS はドーパミンによる依存効果をうまく利用したビジネスであることが分かっていたからこそ制限をしていたんですよね。本を読んでみると、どうやら私たちがスマホに依存してしまうのは人間に備わっているシステム上不可抗力なのかもしれません。でもこうやってスマホ依存のメカニズムが分かると、今私ドーパミンにやられてる、そんな風に自分を客観視できて依存から目を覚ますことができる気がしてきました。ということで今日は帰宅です。スマホは今度こそサブバッグではなくメインバッグの中にしまっておきます。ちゃっちゃかお風呂に入り、いつもの通りスマホで連絡タイムです。
今日もまたリュウジさんの動画を見ながら麻婆豆腐を作っていきます。料理の素を買わずにこんなにいろんな美味しい料理を作れるようになったのはリュウジさんの動画のおかげだなって感じます。ということでいただきます。手作りした料理がこんなに美味しいと嬉しいですね。食べ終わったら即洗い物をして歯磨きをしていきます。寝る時間まで夜の自分タイムになりますが、ただもう今日はすっかり眠たくなってしまったのでストレッチをすることにしました。頭が眠くなるなら体を動かそうという作戦です。普段だったら眠い目を覚まそうとスマホのドーパミンパワーを借りて YouTube をゴロゴロ寝転がりながら見ちゃうのですが、有意義に時間を使える工夫ができています。今日もちょっと早めにお休みにすることにしました。この3日間から考えると、やっぱり寝る前に動画を見ていない日が自然と眠気が来てすぐ寝れています。寝る2時間前のスマホは睡眠の質を低下させるともよく聞きますが、どうやら本当かもしれません。このチャレンジが終わってからもぜひ習慣にしたいなと思いました。ということでおやすみなさい。おはようございます。いよいよ折り返しの4日目です。今朝はとっても目覚めが良くて、ストレッチをしている時点で目がちゃんと開いていました。やっぱり昨日の夜動画を見ることを控え、ちゃんと眠たくなって寝れたからかなと思います。目覚ましのお散歩へ出発です。お散歩が本当に気持ちよくって大好きなマイルーティンになりました。お布団もきれいに畳んでこのまま筋トレです。そしてようやくスマホの連絡タイム。終わったら本日の朝活スタートです。身支度を済ませてシェアオフィスへ向かいます。オフィスへ行く道中もノー BGM。今は頭を空っぽにできるこの無音な時間が今日一日頑張るための最高の充電タイムになっています。オフィスに着いたらお休みモードに設定。本の残りを読んでいきます。またなるほどということが書いてあって、自己評価が低く自信のない人は SNS でメンタル不調になる可能性が高いと書いてありました。私も人生ずっと自信がないタイプで、その頃って常に自分と他人との比較をして自分の存在価値を評価していたような気がします。自信がないからこそ SNS にしがみついていたんだとも思いますが、でも結局誰もが得て増えてがある中、他人と比較したってそりゃあ自信ってなかなかつかないんですよね。でもそうだとしたら、他人と比べやすい SNS を見る代わりに自分と向き合う時間だったり趣味をする時間を増やしていけば、自分は自分と思えて前向きになれるんじゃないかなとも思うんです。まさに私も言語学習という趣味を始めたことがきっかけになり、自分だけの個性を大切に思えるようになった気がします。ということでスマホを読了しました。ちょこっとコメントに返信して一旦帰宅しランチタイムです。今日は昨日の残り物でお昼をちゃちゃっと済ませます。午後になったのでオフィスに戻ります。まずはお休みモードの設定。そして一旦心を休めるためにコーヒーブレイク。休むことに集中という言葉が自分へぶち刺さりました。やっぱり私っていつも何かしなきゃと焦っているような気がするのですが、ちょっと立ち止まってもいいよなと思いました。スマホを使って YouTube の動画編集をしていきます。お休みモードのおかげでタブレットもスマホも一切通知が来なくて、それだけでめちゃめちゃ集中できました。今夜は一瞬帰宅してから元会社の先輩とご飯に行ってきました。私が退職してからもこんな風に気にかけてくださり、本当にありがたいし嬉しいことです。そして誰かと過ごす時間って一切スマホのことが気にならない最高の余暇時間だなと感じました。ということでほろ酔いの私が帰宅しました。フルキャンしたい気持ちをぐっとこらえてシャワーに行ってきます。ドライヤー時間もとにかく眠たすぎです。なんとか頑張ろうとしています。今日はちょっと限界なのでお休みしたいと思います。おはようございます。5日目のチャレンジです。今日はお酒が切れたタイミングなのかちょっと早起きになりました。飲んだ次の日も夜に画面を見なかったおかげか、やっぱり寝つきも良くて気持ちよく起きれました。いつもの通りストレッチをしてお散歩です。 YouTube のアイディアもポンポン浮かびます。ここ最近動画作成が思うように進まず、ずっと自分は今スランプなんだと思っていましたが、どうやらただ自分時間が足りなかっただけなようです。帰ってきたら筋トレをして、昨日の夜すべて後回しにした片付けと家事もやっていきます。
夜は力尽きてしまっても朝の元気の時なら気分よくあっという間に片付きますね。そしてスマホで連絡タイムの後、朝活を始めていきます。やっぱりこの時間も集中できるから無音がいいですね。今日は英語の勉強のためワールドニュースをシャドーイングしながら朝の支度をしてみました。正直難しくて何言ってるかわからないことばかりなんですが、続ければ成長につながるかもしれません。ただ最近は無音で朝の支度をしていたので、なんだか朝からどっと疲れた気もします。無音の落ち着いた朝の身支度も良かったなと思いました。今日はなんだかやる気に満ち溢れているので、見て見ぬふりして後回しにしていたことたちをやりきろうと思います。やりたかったこと一つ目は銀行口座の解約です。会社で義務的に作った使っていない口座が2つあったので、ようやく解約しました。面倒と後回しにしていたことでしたがすっきりです。続いて役所に行き質問に行ってきました。質問の内容はふるさと納税金額について、地方税の補助額が低かったんですよね。確認したところちゃんと所得税で控除されていました。ということで金額に納得して地方税の払い込みをしました。退職した年の地方税は高額になることは覚悟はしていましたが、やっぱりいざ払うとなるとかなりの負担感で振り込みの手もちょっと震えてしまいました。国民年金への切り替え手続きもしました。で、マイナーカードの iPhone 登録もできると聞いたので、これもやっていました。ステ活もやってきます。会社のクレジットカードは退職したので処分します。こちらは2枚目の楽天カード、発行したものの結局使わず放置していたものでした。処分します。スマホの防水ケースももうお風呂ではスマホを使わないと決めたので処分します。こちらのヘアバンドも普段から全く使っていないので処分します。先日行ったシネマコンサートの腕につけるライトです。思い出に残る最高に楽しいコンサートだったからこそ、物としては残さなくてもいいなと思い手放します。会社で使っていた名刺入れ、退職した今もうしばらくは使えそうにないので処分します。午前中にこんなにがっつり面倒な手続きをして、さらに捨て活もできて、すごく充実した時間を過ごせました。スマホ依存の頃はスマホをいじっているだけであっという間に昼が来たなんてこともあったので、自分のやりたいことをやる人生を取り戻してきている気がします。と一仕事を終え、お昼ご飯にお味噌汁を作って昨日の残りの麻婆豆腐と一緒に食べます。オフィスに出かけます。いつもの通りお休みモードを設定しますが、毎度設定するのが面倒だったので、スマホのオートメーション機能を使ってオフィスへいるとき自動的にお休みモードになるよう設定します。今日のティータイムはココア。弱さも君の素敵な一部。今日も今の私にぶっ刺さる素敵な名言です。だいぶ無音で作業することにも慣れてきて、すごく集中できている気がします。今日もちゃっちゃか2ほどきしてお風呂に入ります。スマホでの連絡タイムを終えたら夕飯の支度です。今晩は残り物を温めるだけなので超楽ちん。美味しくいただきました。洗い物をしたら、本日はお友達ミニマリストさんのお二人とおしゃべり会です。ワイワイ楽しくお話ししていたら、気づけばあっという間に時間も経っていて、誰かと過ごすことって本当に時間を忘れるぐらい夢中になれることだなと実感しました。そしてよければお二人のチャンネルも見てみてください。夜残った時間はちょっと眠たい頭だったのですが、韓国語の勉強を少ししました。これでとりあえず5日間スマホ禁止生活が終わりました。明日から実家に帰って祖母の介護のお手伝いなどをすることになるので、動画は残せないんですが、引き続き決めたルールで過ごしていきたいと思います。いやもうとにかく今はもうこのゆったりとしたスマホといい感じの距離感で過ごせる暮らしが気に入ってます。最後に1週間まとめてどんなことを感じたかお話ししたいと思いますので、最後までご覧になってください。じゃあおやすみなさい。ということで1週間のスマホ禁止生活が終わりました。イエーイ。最後の2日間もいつもならスマホをいじってばっかりだった時間も、家族とのたわいもない会話をしたり、祖母と折り紙をしたりして楽しむことができました。本日時点で実はチャレンジを終えてからすでに5日が経過しています。今はもうチャレンジ期間のように厳格にデジタルデバイスは禁止はしてないのですが、本当に見違えるぐらいスマホに触れない生活に変わりました。
そんな私がこのチャレンジを通して感じたことを5つお話しさせてください。まず感じたこと1つ目は、自分が思いのほかデジタルデバイスに依存していることに気づけました。実際にスマホを物理的に見れない状況になった時に、無意識にスマホを探している時間が多々あったり、スマホがなくて暇だなと思ってしまったり、スマホのことばかり考えてしまいました。スマホのドーパミンの罠にすっかりハマってしまっていたことに気づかされました。で、感じたことの2つ目は、スマホ時間がなくなるとびっくりするほど時間ができるということです。朝も夜も家事などのやることを終えてもまだ時間がある状況に毎日驚いていました。で、ここで大切だったのが、浮いた時間で何をするかでした。私はしばらくできていなかった外国語の勉強を久しぶりにやってみたり、料理をしたり、友人との時間を過ごしたり、まさに私が読んだ本にも紹介されていた質の高い余暇活動に意識的に時間を使ってみたんですよね。そうすると一日一日がすっごく楽しくて充実した時間を過ごせるようになった気がします。感じたこと3つ目は、無音時間の価値です。これまで私は耳や目が開いている状態がなんだかもったいない気がして、家事をしている時も移動している時も作業している時も、もうどんな時も YouTube を見たり音楽を聴いたりしていました。でもそれって私の脳は常にインプット状態だったんですよね。このチャレンジ期間を通して無音な時間が心と頭の休養タイムになっていることに気づくことができました。無音な時にただただ頭を空っぽにしたり、反対にいろんなことに考えを巡らしたりしていると、心が落ち着いて前向きに過ごせるようにもなったし、頭もすっきりクリアになって集中力がさらに増した気がしました。ということで、今も無音の時間を一日のどこかで意図的に作るようにしていて、朝の散歩や朝の通勤時間、デスクワークをする時なんかは BGM なしで過ごすようになりました。感じたこと4つ目として、スマホは完全な悪者ではないなとも感じました。私にとって他人と比較して心が不安になりがちだったインスタや X などの SNS だったり、無性に物欲をかきたれられて止まらなくなるファッションアプリやネットサーフィン、これらはなくてもよかったと思いました。一方でスマホには電子決済などの便利なツールもたくさんありますから、そういうのはむしろ積極的に取り入れていきたいです。そして私にとって YouTube と音楽は人生を豊かにするためにやっぱり外せないなとも思いました。音楽からはこれまで癒しとエネルギーをたくさんもらいました。 YouTube は私にとっては学びと笑いの場で、 YouTube を通してミニマリズムを知ったり、お金との付き合い方を学んだり、私の生き方自体も変わりましたし、そして推しの動画など楽しいコンテンツでたくさんの元気ももらいました。音楽も YouTube もどれも私の人生の幸せにつながっているから、完全に消す必要はなかったです。でもだからこそやりすぎには注意しなきゃと感じます。依存というスマホに人生が支配されている状態から、スマホを自分の人生のためにうまく利用することができる、そんな上手な距離感でデジタルデバイスと付き合っていきたいと思いました。感じたこと5つ目は、リバウンドには注意が必要ということです。チャレンジを終えてもう5日も経つのですが、あれだけスマホと離れた暮らしの良さを知った今でも YouTube を見すぎて止められなくなってしまったり、気づいたらスマホをずっと触っていたりしてしまいました。もうドーパミンのパワーの凄さを実感です。やっぱり本能的にスマホにはまってしまうからこそ、ある程度自分でコントロールできる仕組みを作る必要があるなと感じました。ということで、私が今も続けているスマホとの距離を適切に保つための心がけを少しご紹介します。まず基本的にはスマホは家でも外でもカバンの中にしまい込んじゃいます。手元にあるだけで気になってしまい、意味もなくいじってしまうので、目の見えない離れたところに置くことが大切でした。スマホを見ない時間も決めました。特に私は朝起きてからお散歩に出かけるまで、そして夜寝る1時間前ぐらいからスマホを見ていません。そうすることで本当に睡眠の質も目覚めのスッキリさも変わったなと感じています。また朝の目覚ましにスマホを持たず散歩に出かけることも欠かせないルーティンになりました。そして集中して作業したいときはスマホをお休みモードにして通が来ないようにもしています。以上が5つの私の気づきでした。このチャレンジ期間は本当に最高の体験でした。
スマホと離れた暮らしはまさに今の自分の目の前に起こっていることに全集中して生きてるって感覚でいっぱいになりました。今はルールとか禁止とかではなく、自ら好んでスマホから離れようとすることができるようになりました。でもまだまだずっと試行錯誤の繰り返しになるんだろうなと思います。スマホとの付き合い方がわからなくなった時はまたこのチャレンジをやってみます。そしてきっと人それぞれデジタルデバイスの付き合い方も違うと思いますので、こんなことをしているよというアイディアがあればぜひぜひコメント欄で教えてください。それでは動画を最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。